風邪をひきました。引っ越してきてから初めて熱出たわ。2日間寝込みましたわ。でもなんかもう風邪ひきすぎてさ、去年とかマジで2ヶ月ごととかに寝込んでた気がするんだけど、でもなんか鼻声の時ってさ、声が可愛くなった気がしてさ、ついつい喋っちゃわない？でもなんか私風邪ひきすぎてさ、うまい風邪のひき方分かってきてでもそういう言い方したらさ、あずにまず風邪をひかない体力をつけなさいって言われて、おっしゃる通りってなったんだけどさ、でそのうまい風邪のひき方っていうのは体力を落とさずに風邪をひくってことなんだけど、体力を落とさないためにはめっちゃカロリーを摂取するっていうこと。私すごい寝て治すタイプだから、実家にいた頃は母にさ、なんか寝すぎて死んでるんじゃないかって思われたこともあるぐらい寝て治すんだけど、でもそうするとご飯を食べなくて体力が落ちて、熱とかが引いた後でもはつらつとはしないっていうか、そういう状態になっちゃうから、とにかく食べる、それが大事。結局さ、風邪ひいたら2日間ロスったからだからやっぱりちゃんと毎日コツコツ散歩して運動して毎日健康に絵をかけたらいいよな。気をつけましょう、お互いに。見てこれ、スーパーで980円で買った最高の T シャツですようやく風邪治ってきたよ、マジで。どんだけ時間かかってんだって感じだね。もう体質的にしょうがないわ、ほんと。てか聞いて、昨日初めて宝塚駅に上陸したんだけど、すごいね、なんかめっちゃレトロだった。趣ある通りがあって、そこ散歩してたんだけど、なんかさ、すごいさ、レトロで可愛いさマンションとかあって、宝塚の劇場もちょっと近く散歩した。なんかお休みだったからそんななんかにぎわってはなかったけど、なんかよくさ、出待ちの映像を見たことがあってさ、その出待ちエリアを生で見れてちょっと感動したわ。なんかちょっと最近しばらく動画撮ってなかった。風邪ひいてたからか。なんか前回の動画のからも全然なんか体調悪くて結構病んでた体調悪いとさ、病むくない？でもそれをさ、アズーに言ったらなんか別にって言われて、体と心がさ結びついてるけど、結びついてるってことに気づいてない人はいるんだなって勉強になった。でもその宝塚に降り立ってさ、その景色を周りを見渡してさ、山が結構あるんだね、その兵庫県って。山の断崖絶壁に家が建ってるような感じでさ、インセプションのさ、夢のシーンでさ、こう建物がさウィーンってさ、こう夢ならこんなことも できるんだぜっていうシーンちょっと思い出したでも私実は子供の頃さ、幼稚園の年中さんとかの時に兵庫県の西宮市に住んでたんだよ。だから一応元兵庫県民ではあるんだよ。その西宮での暮らしはさ、割と私のアイデンティティを確立したと言っても過言ではない。私の性格って、感受性鬼豊かで、慎重をゆっくり怖がりなんだけど全部短所言った？もしかして。西宮でのエピソードとして一つ目が、その兵庫県ってさ、めちゃくちゃ坂道が多いじゃない。私その幼稚園生だった私は坂道が怖くて降りれなかったらしくて、でもう一個がその西宮の幼稚園でお弁当だったんだけど、母がさ、私のお弁当にさオムライスを入れてくれたのね。お昼の時間になって私はそのお弁当をパカって開けるじゃない。でその時私はオムライスを食べたことがなかったの。だから
知らないものが入ってるってなって怖くて泣いたんだよっていうエピソード。その幼稚園の頃の感覚すごくわかるなと思って、そのやっぱ昔も今も自分は自分なんだなっていう感じがするね。任務完了したから絵描こう。マジで喋らなさすぎて声の出し方が分かりません。おまけに今は深夜の2時半です。あ、そうそう、今なんでこんな夜中に作業しているかというと、実はさ、初めてギャラリーのグループの展示に参加することが決まりました。こんな謎画角で言うのが悔しいんですけど、ちょっと急いで作品描かなきゃっていうので、今回4作品描いて3週間かかってるわ。ラフト線画で。なんか私の絵で変な部分があったらすごく違和感かなって思って、もう味とかじゃない、そのデッサンの狂いとかがさ味になる人って言うじゃない。もう私そういう絵にめっちゃ憧れるけど、自分はそういうの描けないからきっちり描くタイプで頑張ろうって思ったけど、そのラフとか線画を描いてもなんか間違ってるような気がしてきて描き直してるね。なんか私すごい話脱線するよね。編集しにくって思った。1個前の話に戻るけどさ、キャンバスに絵を描き始めてからもうなんか展示に参加してみたいなっていう気持ちがもうめちゃくちゃ膨らんでいて、今その SNS の仕様が変わって見つけにくくなってるなって感じるから、そのお金を払って広告を出さないと見つからないんだなっていう気がちょっとしているから、もう私なんて世界の片隅で一人で描いてるだけだから誰にも見つけてもらえないかなって思ってたけど、でも多分 SNS のつながりで見つけてくださったと思うから、見てくださってる人はちゃんといるんだなって、常に全力で頑張らないと。でも展示緊張しちゃうな。でもその他の参加者の方にいろいろ話聞けたらすごく嬉しいなと思って。私はね会話を事前にめっちゃ考えるタイプなんで、もう今から質問考えちゃってる。いやでも私は心配性なだけだから。心配性って全然いいことだから。だって縄文時代だったら絶対最後まで生き残ってたよ私。心配性すぎて。なんか本当にキャンバスで女の子を描くのが楽しくて、自分よりも大きいサイズの女の子を描くと本当に気持ちがね嬉しくなるね。なんか自分の頭の中に存在していた女の子がさ現実に現れるというか、いつかすっごく大きいキャンバスに描いてみたいなって。私初めてねポニーテールの子描いたんだ。あれちょっと待って聞いて。日本の歌番組でミーアイが少女時代の G をカバーしたじゃん。あの時のさ、ちょっと私ミーアイ終えてなくてお名前を存じ上げないんですが、黒髪で短めのポニーテールしてる子いたじゃん。あの子がさめっちゃもうポニーテールの使い方が神がかってた。ぴょんこぴょんこぴょんこってさ揺らしてさ、もうたまらないよね。そう、ポニーテールはマジで揺らしてなんぼだからさ。なんかツインテールとかハーフツインもすごく好きだけどポニーテールも好き。でもポニーテールってさ写真撮るの難しいじゃん。後ろに見せたいものがあるからなかなか写真撮るの難しいなっていう。今回ピンタレストでいい感じのポニーテールの写真があって、こういう角度ならきっちりこう巻いた感じもわかるんだなって思って描いた。4作品新作描こうと思って、なんかこういうやり方が合っているのかもちょっとわからない。一応その4作品並べてセットになるように描こうと思ってるんだけど、じゃあちょっともうちょっと
作業します。かわいい。